皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介する珍兵器は初の核兵器です。核兵器にもやばいやつあるん？非常に珍しいタイプの核兵器で、その名前はスペシャルアトミックデモリションミューニション。頭文字を取ってサダムと呼ばれていました。スペシャルアトミック、なんや？日本語では特殊核爆破資材というもので、スーツケース型核爆弾とも言われるような兵器でした。スーツケース型とかまたやばそうなやつやん。最初に今回の動画はこのような構成でお送りいたします。サダムがどのような兵器でどう扱うのか、そしてこの兵器を訓練していた特殊部隊のお話です。では早速、サダムがどのような兵器だったのか写真を見ていこうかな。こちらです。ほんまや、人が持ち運べそうなサイズに収まっとるやん。これは主にアメリカ海兵隊により運用されていたもので、特殊部隊を航空機に乗せ、空から落下参降下させる方法、もしくは高速船や潜水艦から発進、海から上陸し、人力で現場まで運び起爆する核兵器でした。サイズ的にはどんな感じなん？核弾頭を収める H912 というケースは、高さ71センチ、直径45センチ、重さは 13.6kg。その内部に収める核兵器の重量はわずか 23kg。その他の装備を合わせると、最終的な重量は 68kg あったとされています。118kg。めちゃ重いやん。搭載された核兵器は B54 というものでした。これはアメリカが実戦配備した核兵器の中で最小とされています。核兵器は1964年8月に生産が始まり、サダムはその翌年、1965年に配備されました。威力はどのくらいなん？この核兵器は威力を調整できるタイプで、TNT 換算で10トンから1000トン、つまり最大1キロトンありました。1キロトン。広島型原爆が約15キロトン、つまり1万5000トンとされているので、目安としては1500分の1から15分の1の威力になるね。なるほど。ゆるふわ軍事チャンネル。ではこの兵器、一体どのような運用方法が考えられていたのでしょうか。東西冷戦期、ドイツで使用が考えられていたもので、時代の移り変わりとともに、イランや北朝鮮に変更されていきました。サダムの運用方法としては、敵地に潜入し、設置、タイマーを動作させ起爆、施設を破壊するというものです。潜入。破壊の対象となったのは、敵の戦車などが通過する道路や橋、トンネル、それ以外も工場や発電所、港、飛行場などあらゆる施設です。ほう。また、敵が侵入するルートで起爆させておくことで放射能汚染を引き起こし、進路を強制的に変えさせるという方法も考えられていたそうです。この核兵器は一人で移動して起爆させるん？サダムは基本的に2人で運用する兵器でした。空挺部隊であれば2人1組で潜入し、1人がサダムを運搬し、もう1人がサポートします。118kg を担いで一人で作戦を行うのはさすがに無理があるか。敵に見つかったら終わりだからね。着陸後、移動時の重量が何キログラムだったのかは不明なのですが、核兵器を含め最低でも20キログラム後半はあったと考えられます。それと、核兵器を動作させるには2人が必要だったみたいね。それ以外にも、1人で持たせるとそのままとんずらされたり、別の場所で起爆される可能性もあるからね。一人で運用させないのはそっちの心配もあるんか。サダムを予定地点に設置できたら、2人でタイマーをセット、現場から離れ、爆発から逃れる方法が取られました。めちゃ命がけやな。次に、配備と訓練について、サダムは1965年から89年までに合計300機配備されていました。300ってめちゃ作っとるやん。サダムの訓練が始まったのは、配備される9年前の1956年の春だったとされています。当時アメリカ国内では、特殊部隊の6人のグループからなる6つのチームが編成されました。その後、チームの人数が6人から11人に増員されました。その5人はどのような人たちだったのか、具体的には明らかになっていないのですが、サダムは
当初ヨーロッパ地域での運用が考えられていたため、ドイツ語や東ヨーロッパ地域の言語知識が必要とされていました。ほう。ある情報では、この特殊部隊のおよそ半数が、アメリカの市民権を取得したドイツや東ヨーロッパ地域からの移民だったとも言われています。しれっと外国生まれの人が参加しとったんか。そして、チームが編成された約1年後の1957年3月には、訓練を受けた特殊部隊が輸送機から落下参降下し、訓練目標だったドイツの航空機工場から100メートルのところにサダムを設置することに成功。模擬弾のタイマーを回し、一連の試験をクリアすることができたそうです。1年の訓練でそこまでできるもんなんやな。しかし、実際の訓練ではトラブルが多く発生していたとされています。トラブル。例えば輸送機から降下する場合、兵士のお股にサダムを挟んだ状態で、一緒に空中に投げ出されます。負傷を防ぐため着地の前にサダムを先に下ろして、次に着地をする方法になっていました。しかし、サダムが兵士の足に引っかかるという欠陥があり、一緒に着地してしまうことで捻挫や骨折も相次いだとされています。何してんねん。まあそれは普通の訓練でもあることやからな。なぜこの兵器が珍兵器なのか。実はもう一つ致命的な問題がありました。当時、この兵器の訓練を行っていたチーム内では、共通した不信感が漂っていたそうです。不信感。この話は、2018年12月に、サダムの訓練を行っていた元特殊部隊の兵士により明らかになった内容です。最近やん。彼の話によると、当時教官からこのような説明を受けていました。核爆発に巻き込まれないためには30分の時間が必要だ。そりゃそうやろ。はよ逃げな死んでまうで。しかし、実際のところはそうではなかったと説明しています。元特殊部隊によると、タイマーは自分が逃げるまで時間を設定することができたものの、タイマーが切れるまで核兵器を設置した現場を誰かが守る必要があったそうです。はい。ということは死んでまうやん。その理由については、得体の知れない兵器が何者かに盗まれたり、想定外の場所に運ばれて起爆してしまう恐れがあったためです。つまりこの兵器は、任務上、核兵器とともに自爆することが求められたと主張しています。みんな疑問を持ちながら覚悟の上で訓練を受け取ったんか。ちなみにこの人物は、ブルース・ウィリスなら逃げられるだろうが、私はブルース・ウィリスじゃない、などと語っています。もしかしてこれが言いたかっただけやない？まあでも、1965年から89年まで20年以上も配備しとったんやろ？この兵器は有事が発生した場合、西ドイツから東ドイツに運ぶ計画が実際に練られていたことを、2014年にアメリカ政府が認めています。しかし、実際に使用されることはなく、冷戦の終結とともに退役しました。誰も犠牲者は出んかったんやな。特殊部隊により陸路で運ばれ、起爆するという運用方法は本当に有効だったのか。訓練ではうまくいっとったけど、実戦で本当に使えるのかってことか。この兵器の有効性については疑問視する声もあるのも事実です。例えば空からの侵入についても、その輸送機が撃墜される可能性が高いと言われています。訓練を受けていた元特殊部隊の人物も、人力で現場まで運ぶのではなく、軍も空から核兵器を落とした方が良いと判断していたのではないかと当時を振り返っています。冷戦期となると弾道ミサイルもあるけど、命中率とか威力で運用が難しかったんかもしれんな。ゆるふわ軍事チャンネル。では最後にこの兵器の訓練を行っていた特殊部隊の人たちの興味深い話をしてあわろうかな。そんなんあるん？当時兵士らはその活動が全て機密扱いになっていたらしく、旅行なども制限されていたそうです。それは厳しいな。具体的にどのような制限がかけられていたのか。特に注意が必要だったのが旅客機です。例えば、旅行で飛行機を使う場合は、アメリカ以外の旅客機には乗ってはいけないという規定があったそうです。なんでなん？理由として、機体トラブルで他国に緊急着陸するリスクに備えたものだったらしいよ。旅客機の航路も共産主義国上空は飛行しないものを選ばなければならないと指示されていたそうです。
そんなんあったんか。現在どうなっているのかはわからないのですが、もしかしたら同じ制限がされているかもしれませんね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。